皆さんはじめまして、筑波大学医学医療系の田宮と申します。私は、医学の中で社会学というところ、しかもその中で臨床医学にも近いヘルスサービスリサーチという分野を専門としています。今日はその視点から、歩んできたデータサイエンスのお話をさせていただきます。まずは自己紹介を少しさせていただきますね。私は筑波大学に、7回生として入学しまして、合唱をやってました。で、なぜ筑波大学に入りたかったと申しますと、医学の3本柱というのがあって、基礎医学と臨床医学と社会学で、基礎のお話はゲノムのお話など医学をどのように進めていくか、基礎から進めていくかで、臨床医学社会学は、患者さんを治すこと、そしてもうちょっと社会に近いところの社会学というのがあります。で、筑波大学は、1973年に、開学してからずっとこの社会学を別の組織としてきちんとやっていて、医学部初めてなんですね。なのでそこに私は入りたいなと思いました。そして、やっぱり社会学のことがカリキュラムの中にも多くてですね、社会学の講義とか、それから実習、それから今思うと情報処理も医学群で必修でした。それから、在宅医療などがまだ世の中で始まっていない時に経験させていただいたり、することができました。そして、卒業しまして、どんな道に行こうかなと考えて地方病院で臨床研修をしました。地域のことがやりたかったので在宅医療をやりましたけれども、それをやる中でいろいろな症例、経験しました。最初の症例は、脳梗塞のおばあさんだったんですけれども、歩けるようになったらお家に帰ろうというゴールを決めて一生懸命みんなでやりました。で、それでめでたくお家に帰れるレベルまで達して、退院の日が来ましたけれども、退院の日に私のところにご挨拶に来られて、本当におかげさまで帰ります、ありがとうと言われたんですが、エレベーターが閉まって府長さんに聞くと、お家には帰らずに老人病院に、隣の病院に転院になりますと伺いました。新米の医者の私は非常にショックで、脳梗塞があって麻痺があるのでお家で見れないとご家族はとても悩まれたそうです。でも誰にも相談できずに、我々も知らないうちに、その当時は病院が受け入れてくれたので、転院するという道を選んでしまわれたんですね。医療の病院の中でいくら頑張ってもその後に続かないという非常に無力感を感じました。それから直腸がんの手術をして、その後人工肛門がうまく扱えずに一人で孤独な生活をしている、排泄物だらけのアパートに住んでいるおじいさんのことを、往診するように言われて、福祉から呼ばれていったこともございました。それから IVH という点滴で生きながらえていることができた末期がんの女性がそのために家に帰れないというような状況もあり、逆にこの場合は欧米では在宅で IVH という点滴をするのは当たり前だったのが日本ではできなかったんですね。このように、病院の中で医療レベルがある程度きちんとできていても、その後、どうなっているか医師は把握することもできない。またここの問題を何とかしないと、せっかく病院で医師、それから患者さん皆さんが一生懸命やっても水の泡になってしまうということを考えて、社会学として働きたいという思いを強くいたしました。では社会に目を向けようと思った気持ちを少し動画でご説明させていただきますね。これは大学病院です。これは皆さんが医学関係の方はここでトレーニングをするわけですが、筑波大学の病院はいろいろな最先端の医療が行われていて、日々研究と最先端の医療を患者さんに提供しています。その大学病院ですが、今ヘリポートもできましたね。立派なヘリポートで、そこからただ少し外を見てみると、駐車場大丈夫でしょうか。病院に来たい人はちゃんと来れていますでしょうか。駐車場最近増やしたんですね。だいぶ来やすくなりました。ただ周りに退院した後の患者さんはちゃんとお家にいて快適な生活を送っているでしょうか。周りの心情との関係は大丈夫でしょうか。それから救急患者さんは隣の病院と連携をしたりしてやっていますが、アクセスがどうか、そして他の診療所との関係、それから他の病院との関係、そしてお金がないために来れない方などがいるかもしれません。そしてだんだん大きくなってきますが、この辺つくば市は医療の関係がいいんですが、南部は県南は良くても茨城の北部は非常に悲惨な状況です。
全く医療過疎の状況で、日本の中でもかなり、悪い部分になっています。それを担う役割も必要だと思います。そして日本全体になってきましたが、やはり日本の中の医療格差というのもたくさんあります。それらもきちんと見ていかなければいけませんが、なかなかその方法は難しいです。それから世界の中での日本を見ていくと、日本は非常に高齢化社会になっているので、日本がどのように高齢化に対応していくかは世界の人々が見ています。アジアの他の国も、特に中国はたくさん高齢者が増えていますね。もう世界で協力して医療や介護の問題をやっていかなければならないという状況なんですね。そして社会学の大学院に入りまして、社会学というのは、公衆衛生学と衛生学、法医学ですが、私は公衆衛生学に入りました。そして先ほどのように大きな思いはありますけれども、思いがあっても一体それは、どんなように研究にしていったらいいのか、全く方法論は分かっていませんでした。でその中で一番中心になっている理論的なものが疫学と統計学というのになります。で、疫学はそこに書きましたが、医学に規定された人間集団の中で出現する健康事象の頻度と分布、そしてそれに影響を与える要因を明らかにして、健康の諸問題に、取り組んでいこうというものですね。で統計学は、疫学経験的に得られたばらつきのあるデータから、応用数学の手法を用いて数値上の性質や基礎不正を見出すというふうに言われています。これは入手可能なサンプルから母集団を推定し解釈することが多いですね。全数の調査など今こそできますが、なかなかできるものではありませんので、サンプルからどう推定するかが重要になります。この2つの理論的な背景をもとに、社会学の研究を進めてまいりました。では次に疫学の中で一番私が大学に入って最初に、感動したこのジョン・スノーさんという方について皆さんにもお伝えしたいと思います。ロンドンで19世紀ですね、616名の方が不明の下痢で亡くなりました。その当時はまだ候補が顕微鏡を発見して病原菌を見たりする前の状況なので、一体病気が何から来ているのかわからない。でもその中でジョン・スノーという地域のお医者さんはありのままにどこで患者さんが亡くなったのかっていう地図を書いてみたんですね。これはジョン・スノーの地図として有名です。もうこれは疫学の原点です。そして皆さん見えますかね、この黒い点々が亡くなった方の住んでいた場所です。そしてこの赤いところが井戸なんですね。そして見てみますと、いくつかある井戸の中でどうもこの同心円状のこの真ん中の井戸、そこから水を汲んでいる方が亡くなっているに違いないと。でそれがブロードストリートポンプというポンプなんですね。そこでジョン・スノーは、そのブロードストリートポンプの取っ手を取りました。もうそこから皆さんが、水を汲めないようにしたんですね。それで病原菌などはまだ分からなかったけれども、人の死をこれ以上防ぐことができたんですね。これは公衆衛生学、そして疫学の魅力、原点だと私は思っています。さあこのように疫学や統計の、手法を学んで何とか研究をしていこうと、先ほどの図をもう一度出しますが、そして広い視点で見ていこうと思うんですが、やはりそれには空間的時間的な視点のそのデータが必要ですね。で明らかにしたい仮説に合わせた研究デザインが必要で、そのデータを作ってそして分析するということは非常にまずマンパワーが必要、それから疫学統計の知識も必要。全く自分の力一人ではできません。チームでやっていくしかありません。ちょうど93年にアメリカのハーバード大学の公衆衛生の大学院に留学するチャンスを得ることができました。そこでヘルスサービスリサーチという講義に出会ったんですね。で、この時疫学の統計はやはり基本で公衆衛生の基本として習いました。しかし大きな違いは、二次データといってすでに記録され蓄積されているデータ、メディケやメディケイドなどやっぱり医療保険のデータとかですね、それをすでに使って分析して、その結果医療政策に提言している研究者が提言して、そして政策の方もちょうどクリントンのヘルスプランの時でしたが聞いてくれてました。でこの時にやはり一人一人でデータを集めていくこともすごく重要ですけれども、国が税金を使ったり、
もう貯めているデータ、それをきちんと社会に還元するような分析をして研究成果を出していくことも非常に重要だと、これが今考えるとビッグデータ活用のノウハウですね。でそうしたことを扱うのがデータサイエンスなのかなと思っています。ここでヘルスサービスリサーチの話が出ましたので、先ほど疫学の、父という方、ジョン・スノーをお知らせしましたが、今度ヘルスサービスリサーチの父という方です。この方は、医療のサービス質は構造とプロセス、それからアウトカム、構造ストラクチャーとも言いますけれども、この3つの視点で評価しましょうと、サービスの評価ってやっぱり漠然としてますので、こういう理論があると私たちもやりやすいんですね。でこれを勉強して、構造というのはその組織にどのぐらいのハードな部分があるか、専門性のあるスタッフがいるかで、プロセスはまずはアクセスですね。患者さんが必要な方が病院に来れているのか、そしてどんな診療を受けているのかで、どんな看護内容を受けているかなど、そして一番大事なのがアウトカムですね。その結果利用された方がどんな状況になっているのか、アウトカムを評価するのが一番重要だ。病院に行って治療をして、その後在宅に帰ったり、一体どんなふうになっているのか、これなかなか見たくても見れないんですね。でもこれをやっていかなければいけないというふうなお話をされたのがドナベディアン先生でした。でその後の我が国の動向ですけれども、初めて国の文書としてヘルスサービスリサーチが載ったのが2007年です。で質の高い医療が適切に行われるには、治療法など個々の要素技術の開発とともに、それらを相対するシステムも相対として運用するシステムも必要であると。それから、地域における医療提供体制の最適化を図るヘルスサービスリサーチというのは近年世界的に注目されているけれども、日本ではまだまだデータ利用の環境や研究体制などが不十分ということをきちんと文書に書いていただいたんですね。でそのためにですね、さらにこの公表レベルにおいても一般に公開することが必要であるということまで書いていただきました。実はこの頃はアメリカで私が見た時は日本との差は非常に大きかったですね。で日本でもなんとか大きいデータをきちんとというふうに思っていましたが、やっとこの頃国も動き始めてきました。でその一つが2011年のランセットプロジェクトかなと思います。国のレベルのデータを使って、実はこれはハーバード大学の同級生のみんなでプロジェクトを起こしたのですが、国の政策を評価してみようということで取り組みました。で国にビッグデータをたくさん申請して、もちろん制度としてはあったんですが、なかなか実際にその申請まで至る、そして使えるようになるまでにはバリアがあったんですが、それをみんなで乗り越えて作りました。これがその時の一つの研究の例ですね。みんなでやったんですけど、私は介護保険の部分を担当して、介護保険という制度が始まる前と後で国の皆さんがどのような行動を起こしたかというのをビッグデータで、国の統計情報ですね、国民生活基礎調査というのを使って分析しました。介護保険が始まる前は福祉で賄われていたので、措置制度というものですね。で税金で賄われていて、あまりサービスを選ぶ自由はなかったんですね。低所得者の方は優先的に利用が出てきて、所得のある方などは利用の制限がされていました。ところが2000年の介護保険はほとんどの方が一律の自己負担、その代わり保険料を支払うということが国民の義務です。そして保険料を支払ったら権利として、もう一部負担金だけで利用ができたんですね。なので、所得の高い方もどんどんできるようになりましたので、逆に介護保険が始まってからは所得の低い方はなかなか使うことができずに、高い方が使えるという優位さが出た低所得者に対する対策などが、進んでまいりました。今はこれほど、所得の優位さはないと思われます。ここで介護保険のお話を出しましたけれども、日本のこのデータサイエンスを考えていく時の特徴をここで2つお話ししますね。一つは超高齢社会です。先ほど地球の図を出しましたけれども、非常に日本は、素晴らしいスピードで、高齢化が進んでいます。そこのまず高齢化の推移にあります欧米と比較してみますと、もうスウェーデンやフランスなど非常に長い時間をかけてゆっくり高齢化が進んできたのに対してですね、我が国は非常に短いスピードで、例えばフランスが110年かけたところを24年で進んでいるという状況です。
なので欧米諸国の例というのがなかなか参考にならないんですね。で日本は急いで介護保険を作り対応して今も頑張っています。そしてアジアに目を向けていただくと、その隣のグラフがアジアですけれども、さらに速いスピードですね。かなりスティープになっています。日本よりも、他の続く国はもっと短い時間で高齢者に対する対策をしなければいけない。もちろんこれだけ長寿になったということは国民皆保険の成果などとても嬉しいことですが、高齢者をどう国で支えるか、これは世界的な課題になっています。それから、国民皆保険が次の特徴ですね。1961年にユニバーサルヘルスカバレッジ UHC と言いますが、すべての国民が医療にアクセスできるようになったんですね。これは非常に画期的で素晴らしい。これが日本の長寿に貢献したであろうというふうに報告されています。そして2000年介護保険も始まりました。これは介護に特化した公的介護保険としては世界で最初です。ドイツが5年前に始めていますが、ドイツは公的な、全員が入るわけではないんですね。で、これはもう保険ですから、保険料をあらかじめ納入すれば医療や介護サービスが必要になった時に支払えると。先ほどお示しした通り、皆さん多分保険証を持っていけば病院に行って診療所に行って、一部の負担金だけでかかれますね。それがあると非常に大きい日本の特徴なんですね。たださらにですね、これは保険がありますから請求書が発生します。一部負担金が利用者、そしてその他は公費から、保険から出てくるわけですね。で、いつ誰がどんな医療介護サービスを利用したのかということがまず請求書に分かります。そしてその後どうなったのか、これは一部限定がありますけれども、要介護度がどう悪くなってきたのか、いつ入院してしまったのか、そして一部は死亡も分かります。これが全国民レベルのデータで、先ほどのドナベディアンの3概念に関係するプロセス中心にややアウトカムもあり、で場合によったらストラクチャーのデータもありますので、ヘルスサービスリサーチを全国民でするということは非常に、こういうデータがあるということは素晴らしいことなんですね。でこれらのデータをどう活用して評価していくかということがヘルスサービスリサーチでとても重要になってきます。医療介護ビッグデータ、これは日本がとても世界に誇れるものですね。そして、介護保険レセプト、要するに請求書なんですね。ちょっと皆さんにご紹介します。ここは、患者さんの名前が、利用者の名前が書いてあって、どんな請求サービスをいつしたか、いつ誰がどのぐらいしたかが全部わかるんですね。これが全部デジタルになって、介護保険者市町村なので、市町村がこのデータをお持ちになっています。そして、どんなサービスを使ったか、介護度の推移ができたか、市町村レベルで分析することが今できるようになっているんですね。なので、これらの、まず小さいデータから始めましたが、今は日本は医療と介護のビッグデータというのが可能になったので、それらを含めて、それから臨床のデータも含めていくつか、研究をご紹介したいと思います。我々の研究室でこのような研究をしていますが、我々は医学医療系ですけれども、システム工学の先生方や学生さんにも協力していただいてまして、また我々は統計疫学というのが主流だったんですが、最近は機械学習ということでビッグデータを分析するということも非常に必要なことだと思っています。それをシステム工学の先生方とも進めているところです。それから心理や体育の先生も共同研究していただいています。次は少し慢性的な治療の方に入りますと、これは糖尿病の患者さんですね。皆さん糖尿病ってお分かりでしょうか。今増えていますね。血糖値が上がってしまって、それによって、血管が障害を受けて、で腎臓病や網膜症などが発生してしまうんですね。で網膜症など、腎臓もそうですが、早く見つければ対応ができる。特に網膜症は失明という状況になってしまうので、早く見つけて予防するというのは非常に重要ですね。でガイドラインでも定期的に網膜症のチェックはしなければいけないということになっているんですが、なかなか一般のところできちんとそれをやるというのは難しいかもしれない。どの程度できているのかということを誰かが調べなきゃいけないんですね。で我々のチームの先生がですね、これは医療の全国データです。
ナショナルデータベースというのは、これはまだそれほど大きくオープンになっているとは言えず制限されていますが、そのデータを使うことができて、全国の医療レセプトを使って、全国の医療機関でどのように網膜のチェックができているか、これを見ますと、認定の教育施設と非認定教育施設を調べてみますと、やはり教育施設として認定されていないところはやっている数が非常に左に寄っていますね。少ない。そして、認定しているところはやはりピークが6割ぐらいにあるということが分かりました。なのでやはり、こういうふうにやるべきだというふうに分かってはいても、全ての医療機関ができているわけではない、いろんな事情があります。でもそれをスタンダードにしていくためには、このようなビッグデータで検証していくということが非常に重要になってきます。それから先ほどまで医療の話でしたが、今度は介護保険のレセプトですね。介護保険のレセプトも同様に全国データが手に入っていますので、日本全国の老人ホームについて、これは特別養護老人ホームですが、どんな老人ホームに入った方が元気でいられているのか、もう元気といいますか、要介護度を維持できているのかというのを調べたものなんですね。これはビッグデータを使って、少し専門的ですけれども、マルチレベル分析として、個人の特徴、利用者の特徴、この下の方に書いてありますけれども、入っている方の状況が違えばケアが同じでも良くなったり悪くなったり違うわけですね。なので個人の特徴を、これは疫学でいうと行楽要因といってコントロールしても、施設の特徴がどんなことがあるかということを明らかにしたものなんですね。そうしますと、ユニットケアといって一人一人に対応した部屋、個室だったり、それから職員が受け持ち体制になっていたり、そういうことをしているところは良い。それから都市部、それから、施設を開設してから間もない施設、それから性看護師さん、それからこれ重要なんですけど、管理栄養士さんがちゃんといるところですね。栄養士さんが栄養管理をされているところは、ADL、介護度が悪くならない、重度化しないということが分かりました。これも全国レベルで初めての研究ですね。で、ここまでは医療のデータ、全国データ、それから介護の全国データについてお示ししてきましたけれども、本当は一人の方が両方使っているので、両方のデータを突合して分析するということが非常に重要になってきます。どこで医療にかかり、そしてその後介護サービスを受けてお家にいて、そしてまた入院されて、その後は施設に入って施設からまた入院して、そういうことを繰り返していくわけですね。その繰り返しがスムーズでより質の高い、そしてウェルビーイングに、寄与するようなサービスの提供になっているかということを両方の視点で見ることがすごく必要なんですね。で、それが医療と介護のデータをつなげたものであればできるわけです。現在はですね、まだ医療と介護の、突合データというのは、そのデータをお持ちになっている市町村の方に特別にお願いをして、分析をさせていただいて、市町村で突合して、それをもちろん匿名化して、ビッグデータは、プライバシーへの配慮も非常に重要ですから、そこは問題のないようにして、分析させていただいています。ただですね、嬉しいことにですね、もう政府がすごい勢いでデータヘルス改革を進めてくださっているので、医療と介護の突合した全国のデータというのも2021年にはリリースしてくださっている予定になっています。もうこれができるということは非常に、世界に類のないデータになりますね。これはまだ日本の全国のデータはまだなので、市町村だけのデータでやったものですけれども、これは介護施設に入所している方が急性期病院にどのように医療を使っているかということを分析しました。これも両方がなければわからないんですね。医療は医療にかかって、その方がどこから介護施設からいらしたとか、介護サービスを使っていたかとかもわからないんですね。で、その結果ですね、回避することができる予防可能な入院という概念が、アメリカの方で研究されていまして、こういう病名による入院はもっと予防できるんじゃないか、施設の中でもケアできるのではないかというラインを出してくれた研究がありまして、それに合わせて日本のデータで分析してみました。そうすると、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームなんですが、介護老人保健施設、ここは医師が必ず常勤でいなければいけないところですが、それに比べてやはり医師のいないところは入院というのが多かったということが分かりました。これをどのようにしていくか今後の課題ですね。
それから、人工栄養、鼻から管を入れていたり、それから IVH という先ほどお話した、点滴で栄養を取るようなそういう場合にはやはり入院のリスクが高いということも分かりました。これは、介護における医療の在り方をどうするかという、一つの、大事な最初の研究になると思います。はい、ちょっと駆け足で、私の最初の医師としてのスタートからいかにビッグデータが必要かということを、考えてご紹介してきました。そして我々の研究もご紹介して、最初は日本はビッグデータ本当に少なかったんですが、最近は非常にビッグデータが、用意されるようになりました。さあその時にどんな人材が必要でしょう。それはですね、やっぱり、いろんな人材が必要です。現場の課題、それからこうなったらいいなという夢からですね、ビッグデータを集める仕組みを作る人、普段の日常のいろんなデータが集まっていきますが、それを仕組みをきちんと考えてやはり集めるということは大事なことですね。それからデータが集まったらそれをハンドルして整備できる人材、ここは倫理的な視点も含みます。倫理的な問題がないようにこういうデータなら大丈夫とかですね、これ我々も今システム工学の先生とかと一緒にですね、データハンドルのところ一緒にやらせていただいてます。ビッグデータですのでなかなか私たちのような医療だけをやっているものにはできないですね。エンジニアさんの力がすごく必要です。そして適切に分析できる人材、分析の方法は疫学統計だったり、それから、先ほどの、機械学習とかいろいろな分析の方法がこれから出てきています。でそれを分析できる人材、それから分析結果を現場に活用できる人材、いろいろなステップで人材が必要ですね。一人で全部できれば素晴らしいですけど、なかなかそういう人はいません。そこで皆さんができるところで、ぜひですねビッグデータを進めていただきたいなと思っています。それから医療の点から私の話が医療なので、医療というのは目の前の患者さんに最善を尽くして健康幸福に導くことが一番大事な仕事ですね。しかし一人の努力だけでは解決できない。私もそういうものにたくさんぶつかりました。それから医療のみでは解決できない医療の後の福祉だったり経済だったり、そういう課題というのを明らかにするためにはやはり大きな集団のデータが必要なんですね。で、先ほど述べているように医学研究、今までは疫学とか統計という理論に基づいてやってきました。しかしこれからはですね、全数に近いデータ、今までは全数データというのはなかなか手に入りませんので、サンプルのデータからどのように推定していくかというのが、統計の大事な方法だったんですけれども、これだけ全数データが来る時代になった場合、どのようにやっていったらいいのか。で幅広い概念と技術で、ビッグデータを捉えて社会に還元していく、それこそデータサイエンスだと思うんですね。なのでこのデータをもとに多様な職種や立場の方が話し合える時代、そしてそれによって、人がより健康で幸せに暮らせる社会、きっとこんなにデータができてデータサイエンスがあれば近づけると思います。で皆さんいろんな分野の方が聞いてくださっていると思いますが、どの立場であってもデータを理解して親しんで、データサイエンスマインドを持って自分らしく社会に貢献できる道というのを、大学生活で見つけていただければ嬉しいと思います。はい、でこれで、私の授業を終わりにします。Imagine the Futureですね。皆さんで将来に向けて夢を語り頑張っていきましょう。ありがとうございました。